密林の奥地に広がるまだ見ぬ水辺、そんな人石未踏の秘境を想像し、湧いてくる好奇心をレイアウトで表現しました。大きめの流木を水上に張り出すように配置し、そこに着生した熱帯植物が水中へと根を伸ばしたり、逆に水中の水草が水上葉を展開したりと、水上と水中が絡み合うようにレイアウトしています。構図素材はうねるような迫力のある流木を使い、さらにその流木さえも活着性水草や熱帯植物が糧にして成長していくシーンを作ることで、自然の力強さをレイアウトに表現しています。このレイアウトは水槽の移動を考慮して制作しているので、流木はボールに立てかけずに自立させました。こうすることで水槽とウォールを分断させ、水槽の移動をスムーズに行えるように工夫しています。ができるように立てる。ほとんどその上向いたやつを前前でそれがこの角度でもっとこっちいける。しかしこの手法ではボールから水を伝わせることができません。そこで流木の水上部分にテラテープを使い、水を吸い上げることで苔や植物へ給水しています。伸ばしてその上からモスと一緒に巻く。それは色もすべてこの辺まではモスを水草の植栽は水中部分から行いました。水中部分には耐陰性があり、クリプトコリネよりも溶けにくいラゲナンドラ3種類を植栽しています。ラゲナンドラは流木の影になる部分や中茎でとても使いやすい水草です。水上部分では大きめのシダやモスなどを多用し、その迫力や深緑の色により人を寄せ付けない密林を印象づけます。またボールでもラゲナンドラを使用し、水中から水上へのつながりを表現しました。葉を大きく展開させるブレクナムや
自由に伸びる山崎かずらを使ってワイルドな世界観を演出しています。このレイアウトはネイチャーアクアリウムの基本的な作り方や考え方に準じていますが、さらに水草ミストウォールで新しい世界観を表現するという自分自身の挑戦でもありました。そんな新しいレイアウトスタイルに挑戦していくことで、水草本来の可能性をより多くの人へ伝えていきたいと思っています。